我慢しきれず焼きそば UFO を食べてしまったにゃんこです。お口の中が UFO 一色です。はい、今日のにゃんちゃねを受けてくれたのは50代女性ミカさんです。今回ミカさんは自分が汲み取れていないメッセージを聞かれました。あちらの世界からのメッセージというのは自覚あるなし関係なく誰もがもらっているものだと思います。ミカさんが汲み取れていないメッセージとは一体何だったのでしょうか。それでは雑談からどうぞ。セッションされてるんですか？はい。個人セッションで、この世は幻、私は幻想っていうこの人生の壮大なトリックからハッと目覚めるみたいなセッションしてます。幻想っていうのは夢から目覚めるってことなので、苦しみは夢の中でしかない。夢の仕組みですよね。そう。今日は何かお聞きになりたいこととかありますか？私が汲み取れてないメッセージとかがあれば教えていただきたいなと思って。わかりました。お願いします。はい、よろしくお願いします。なんかね、ミカさんが、どこに座ってるかわからないんですけど、屋根の上に乗ってんのかな？瓦みたいな。屋根かな？座ってて、空を指さしてて、今夜で、満天の星空です。ちょっとご機嫌というか、わー、綺麗ってしてます。なんかすっごい気持ちいいみたい。わー、広いって、宇宙が。すごいなーって思ってて、なんかそれを体感で感じてるみたいです。宇宙が愛そのものって思ってるみたい。だから、愛されてるっていうのが分かってるみたいです。自分はこうやって感じてるから、これを教えてあげたいみたいな感じかな。この仕組み？だってもうすでにここに愛があるのに、みんな地球上の人ってそれはしょうがないんですけど、人間関係だったり、あの人に愛された、愛されてない、あんなこと言われた、私あの人好きやのにとか、そういうことでいっぱい問題あるじゃないですか、この地球上って。これが学びなんですけど、でもそんなししこましくとせんでも、ただここにいるだけでもう愛されてんのに、そんなことを本当する必要ない。ここにいるだけでほっとしてるし、誰かに愛される必要なんかない。だってもうすでに愛されてるから。だからもう満ち足りてるんですね、この状態で。で、向こうの方にキラッと流れ星がピーンっていって、だからもう満ち足りてます。ここの空間が。ミカさんもかな。で、涙流してます。あまりにも愛が素晴らしいから。意深いし、過不足なんか何もない。こんな素晴らしいものがここにあるのに、地球上の人たちは目の前のこと見てるから、もっとミカさんみたいに空を見上げて、これをただ感じれば、新しく求めるものなんて何もないから。これを分かればいいのになーって。また、流れ星ができました。みんなこの空を見上げる余裕がないのかな。屋根の上がちょっと斜めになってるんですけどね。ゴロンってして、お腹の上に手を組んで、目をつぶって、気持ちいいなーって思ってて、目をつぶってても愛を感じてるんです。そのまま布団に寝たみたいな感じかな。今、屋根の上で寝てたんですけど、布団のイメージがまた出てきて、布団の中で眠ってるミカさんが出てくるんですけど、そんな感じで寝てます。普通に屋根の上に行かなくても、同じような気持ちになれる。布団の中にいるんですけど、なんか宇宙の中に浮いてるみたいな感じ。さっきのその屋根の上で、全身で宇宙の愛を感じてる、宇宙に包まれてるみたいな気持ちになってたんですけど、今お布団の中で同じように思ってます。場所がどこであろうと、この状態に自分を持っていけるみたいな感じかな。で、今朝になりました。朝日が差してて、窓から。ミカさんが伸びをして、よく寝たわ、みたいな。首のところを伸ばして、でも寝ぼけてるので、なんか食べながら、でもテレビをかけ流ししてて、さっ
けど違うんですよね。さっきの寝る時まではものすっごい幸せそうだったんですけど、今のミカさんが楽しそうじゃないみたいな感じかな。ワクワクしてないというか、物理的な世界に住んでるから、食べたり、カーテン開けたり、顔洗ったりとかね。それを淡々とやってるんですけど、ルーティンみたいに。ワクワクはしてない感じかな。で、今何かを飲みながら、新聞か何か見てるんですけど、面白いことないかなって、ワクワクするようなこと、それを探してる感じ。新聞だけじゃなくって、この日常の中で何かないかなって。で、今、窓の外見て、あーって。せっかくこの世界にいるのに、私の仕事って何やろうかな言うたら、言葉にすると。私にも仕事があるはずやのに、それがわからないみたいな感じかな。なんかこれっていうのがないというか、この3次元での自分のやりがいみたいなのを探してるみたいな感じ。ミカさんは、向こうの世界とこっちの世界の差が分かってるから、なんか大きな仕組みは分かってるじゃないですか。昨日の晩みたいな。宇宙の仕組みみたいな。分かってるけど、じゃあ3次元に、じゃあ物理的に実際に何をしたら自分がこの仕組みを活かせるかとか、もっと自分がウキウキできること。だってここに来た意味って絶対あるみんな。私だってそれがあるはず。で、しかも、ミカさんは、この仕組みが分かってるわけですから、実際、この3次元での自分の仕事って何なんかなって。魂の仕事というか、自分が心からやりたいと思う仕事は何なんかなーって思いながら、ぼーっとしてます。私も、太陽とか、宇宙とか、神様みたいな感じの一部なわけやから、私だってあんなお仕事がしたい。流れに沿ったお仕事をしたい。じゃあそれは具体的に何なんかなっていうのが見つけられへんみたいな。ちょっとつまらなく感じて、物理的に見たらめっちゃ平和な朝なんですけど、ミカさんの心はそこにあってないみたいな感じかな。お家の中にいても誰もいないので、ここで自分がどうしようかなと思ってても、しょうがないから、ちょっと外に行きますかみたいな感じで、靴履いてて、スニーカーの紐を結ぶときは楽しそうにしてます。何かわからないけど、行動するっていうのが好き。今、扉をバーって開けて、で、外は晴れてるんです。自転車のチリリリンっていう声も聞こえて、電車でチリリリンってやられたらめっちゃ腹立つじゃないですか、普通。ミカさんはそれもなんか楽しいみたい。いい心の状態ですね。なんか風も気持ちいいなーって。ああ、電車も走ってるとか。電車の中にいっぱい人がいるな、会社行くんかなーとか。今犬が通ったなーとか。こんにちはーとか言ったり。道歩きながら伸びしてるんですけど、気持ちいいなーと思っちゃってます。この世界は気持ちいいですね。やっぱり。やりたいことが見つけられないけども、この世界を感じるというのは気持ちいいと思ってる。だから一個一個がすごく楽しい。お家両側にある道を歩いてるんですけど、うちの人がね、布団パンパンパンって叩いてるんですよ。それも楽しいし、生活してるっていうのをみんなは面白い。普通に生活している。みんなそれぞれドラマがあって、嫌なこともある。いい時がある。何も考えてない人がおる。でもそれが、ミカさんにとって嬉しいというか、そういう世界に自分がいるっていうのが嬉しいみたいな。みんなは気づいてないかもしれないけども、この3次元で生きていく中でいろんな出来事があって、喜びも、辛いことも、悲しみも、いろんなことを経験しに来てる。で、この人たちは気づいてない。でもそれでいい。そういう世界やし、その中でその人たちがそれぞれ気づいていけばいい。で、そうやっていろんなことを気づいていった末に、いろんなもっと深いところが分かってくる。生かされてることとか、見守られてることとか、経験偶然にしてると思ってるけど、これは偶然じゃなくてさせられてる。その人のためを持って経験をさせてくれてるわけやから。そういうことを普通の人たちがいろんなことを経験して自分で考えた末、
いずれそういう本当の大事なところ、この世の仕組みっていう感じかな。が、だんだん分かっていく。それがこの世界。だから、全然それに気づいてない人もいるし、気づき始めてる人もいるし、リカさんと同じように分かってる人もいるし、どの段階の人もいるけど、それがこの世界だから。で、その世界に自分もいるっていうのがすごい嬉しいみたいです。だから自分はこの性を生かしたいんですよね。こうやって、今、自分が何をして輝くかがわからないけども、試行錯誤して見つけていく、その過程も楽しいんだなっていう自覚はある。で、今、川があって、大きな川。赤い橋がかかってて、で、土手に座ってて、川べりをジョギングしてる人とか、犬の散歩してる人とか、野球してる人とか、がいて、で風も吹いてて、座ってその人たちを見てます。誰かわからんけど、左に誰か座って、左の人がミカさんに何か渡したんです。その紙に何か書いてあったみたいで、あ、これ行ってみるって言ってます。何かイベントかな？なんかめっちゃ楽しそうにしてるミカさんが、あ、これみたいな感じで。ここに私のやりたいことがあるかもしれないって思ってるみたい。神様のメッセージみたいな感じで、ちゃうかなみたいな感じ。紙を持って、場所が書いてあるみたいで、早いですね。バイバイってして男性に。もう行くみたいです。ここに私のやりたいこと、ワクワクすること、この世の性をちゃんと全うできることがきっとあるわみたいな感じで希望しかない。一軒のお家、あ、ここやと思ってコンコンってします。今ドア開けて中に入ってたんですけど、何人かいらっしゃって、ドアを開けてくれた女性が先生やと思います。いらっしゃいって開けてくださって、そこで椅子に座って輪になってるみたいな感じ。参加者さんがいらっしゃるんですけど、参加者さんがちょっと重い感じのトラウマから抜け出されへんとか、人の前取り繕う笑顔まで出されへん人が何人かいらっしゃってて、で、びっくりするんですよね、ミカさんが。ちょっと場違いかなって。ちょっとステージが違うから。でも、もう、ドアに入っちゃったから、今から帰りますとか言えないし、自分席に座ります。で、私ここでいいんかなみたいな感じで座るんですけど、さん以外は、皆さん深刻なんかね、泣いてるんですよね。心の問題ですよね。すごい苦しいみたい。みんな親話始めました。で、泣いてます。で、先生が背中さすってます。あなたがここに来たっていうのは素晴らしいことだった。抜け出し方がわからないかもしれない。でもここに来たってことは自分の力で一歩踏み出そうとしてるわけやから、すごいことよっていうのを先生が優しい感じで、背中さすいながら言ってます。で、泣いてる女性は自分の考え方にも問題があるっていうのは分かってる。でも、周りが自分にしたこともしんどいと思ってる。どうにかしてここから抜け出したいからここに来た。そういう講座みたいな感じ。で、ミカさんが場違いなとこに来てしまったって。自分はそれ必要ないから。確かにこの世界にはこういう人たちがいると。それは分かってる。どちらかといえば、先生側の方やから、ミカさん。こういう人たちの話を聞くとかね。考え方の整理を一緒にするとか、そういった側に回る人やけど、この他の受講生さんみたいに、身の上を離して泣いてみたいな立ち位置ではないから、ちょっと間違ったとこに来たなって。で、そわそわしてます。どうしようと。私が何にも悩んでないということを言うと、なんで来たんってなるから、どうしようかなって。はい、どうぞミカさんって。初めてですよね、ここ。ミカさんは喋るんです。大体私はこの仕組みを知ってると。でも、この3次元の世界で自分は何をして輝くのかが、わからなくてそれを今探してる途中なんですって。もう明らかに周りの人の問題とミカさんの問題があまりにも違うから、先生がっていう感じで、それがあなたの問題なんですね。ここじゃないよねって。で、ミカさんも、そうですよねって。講座の種類が違いますよね。先生は優しいからね。
私はあなたの力になってあげたいけども、ここは話すのがやっとの人が心の整理していくようなところやから、この人たちに手がかかるから、ごめんなさいねって言って、ミカさんもいい人やから、いいんです、すいません、私がちょっと講座間違えちゃってすいませんって。すごい貴重なお時間やのに、私が喋る時間をちょっと取ってしまって申し訳ないですって言って、すいませんって言って、逃げるように出ていきました。ああ、違ったなって。おかしいなって。あのチラシもらった時は、自分がここやって思ったの。あれはもう神様からのメッセージだと思ってたから、ここに行けば自分がキラキラって輝くような、お仕事が見つかると思ってきたけども、あれは違ったなと。まず、いる人たちはみんなちゃんと、ミカさんから見た生を全うしてるんです。先生側も、生徒側も、この生きるということをすごいちゃんと使ってる。だから、別に、ミカさんその人たちを否定してるわけじゃないんですよ。あの人たちはあの人たちでちゃんとやってはるなって。でも私はあそこの人っていうか、その生徒さんのレベルじゃないから、ここじゃなかったなぁ。で、またとぼとぼと歩いてます。落ち込んでるとこじゃないんですよ。手をめっちゃ前後にバーってブラブラしながらね。今また川辺に来て、今度同じ風景です。川があって、赤い橋があって、今度は夕日なんです。一日終わっちゃったなーって。今日も見つけられへんかった。神様のメッセージだと思って言ったのにって。で、ちょっと、悲しくなって、そうやって私の一日がまた過ぎていくって。またこの性を上手に使えなかったって思ってるかな。と思って、お家帰りました。3次元に来てるから、いろんなことしないといけない。ご飯食べたり、お風呂入ったり、テレビ見たりね。ミカさんは、あんまりウキウキしてない。結局朝と一緒やから。見つけられてない。三角座りして、足を両手で包むような感じで持ってて、膝の上に顔を横向けて置いてます。私だってさっきの講座の先生みたいに、生徒さんのレベルではないけども、生徒さんみたいにね、この三次元でちゃんと生きるっていうこと、これが現状できてないと思ってるから、私だってちゃんと探してるのに、で、どんなん考えててもしゃあないから、また布団に入って、明日やったらいいか、みたいな感じで、寝てます。で、また朝になって、昨日の朝の繰り返しかな。今日はどうしようかなって。またスニーカーの紐を結んで、出かけるみたいです。まだ見つかってないから、探しに行かないとって思ってる。で、また同じ川べりに来て、野球してる人見て、今日は昨日の男の人が来ないみたいです。そういうメッセージが今日はないみたい。どうしよう。やれることはやった？外に出るっていう意味でね。で、いろんなところにメッセージあるかなって探してるみたい。きっと私へのメッセージがあるはず。だからそれをね、すっごいちゃんと見てる。やけど、今、反対に混乱してます。あまりにもそのメッセージを見すぎてて、もうどれがメッセージかわかれん。メッセージさえも受け取れる状態じゃなくなっちゃった。この仕組みが分かれへん人やったら、そういうことも考えられるけど、ある程度分かってんのに、その状態に自分を持っていけないっていうことに、落ち込んでる。分かってない人よりも有利なはず、分かってる分。でもそれやのに、心がメッセージを受け取る状態に持っていけない。っていうので余計に落ち込む。自分はダメなのかなって思ってるみたい。ちょっと心が暗いです。昨日行ったところね、講座受けてる人泣いて喋ってるじゃないですか。ああいう状態ではないって自分は思ってたんですよ。でも、今、心がちょっと暗くなってしまっているこの状態は、若干近づいてる。差はあれど、昨日の受講生さんに近いなって思ってる。そんなはずないのになって。だって自分分かってるわけやから。仕組みを。愛されてるって分かってるし。ここに経験しに来てる。辛さとか喜びとか、そういう喜怒哀楽を。その仕組みかって分かってんのに、自分ができないんじゃないか、みたいな感じに思って、落ち込んでしまってる今の状態が他の人たちとあんまり変わらないなって思ってます。
そうはなりたくない。だって知ってるんやから。知ってるのに、その沼のような、自分の思考から抜け出されない人と同じような沼に自分が入りたくない。分かってるはずやねん。そこに入るはずがない。でも半分入ってるんですよね。半分入ってんねんな。今、暗いところがあって、暗い中にね、足が入っていくんです。絶対入りたくないじゃないですか。ここには。ここに入るっていうのは、昨日受講生さんみたいに、自分の悲しみにいっぱいいっぱいになっちゃってる人、そこから抜け出そうとしてる人は昨日の受講生さんなんですけど、今、イカさんがその足の先だけ、すねから下ぐらいの足の先っぽがその沼に入ろうってしちゃってて、で、それを入りたくないって気持ち的に抵抗してるんですけど、なんか知らんけど体が入ろうっていう方向にちょっとずつ動いてるんです。ミカさんが一生懸命手でね、何か掴もうとしててね、草みたいなのかな掴んでます、草を。で、今体が動くのがやみました。急に止まって、そこに横たわってて、ミカさんが泣いてます。こんなはずじゃないって。私は自分が昨日の受講生さんと、やっぱりちょっとステージが違うと思うからね。やっぱり仕組み分かってるし、取り立ててそんなめっちゃ心に引っかかってる問題があるわけでもない。あの人たちみたいにね。別にあの人たちって言ってば下に見てるわけじゃないんですよ。自分の使命を果たすような仕事を探しているだけやのに、沼に入っていくこの状況が自分の中であまりにも差があって受け入れられへんみたいな感じ。で、今、草の上で泣いてます。今体が止まったので、自分の力で足の先を沼から抜け出せたみたい。で、泣きながら足をタオルで拭いてます。こうやって自分の心が沈んでいくっていうのを自分で直せるみたい。このぐらいの心の波だったら自分でコントロールできる。もっと上の方で権利のように飛んでる人だっている。そういう人たちって、ミカさんが思ってるように、この今世のお仕事をもうすでに見つけてて、傍から見ると、権利のように待ってる人がいる。ああなりたい。別に儲けようとかそういうことじゃなくて、この生をちゃんと全うしたいだけ。別におごってるわけでもない。誰かを下に見ているわけでもない。三次元的に物欲に駆られてるわけでもないのに、なんであんな権利のようになられへんのかなって思ってるみたいです。でも頑張るしかない。ここの世界は三次元の世界で、そうやってみんな頑張ってるわけやから、ミカさんはそのうちの一人であるっていう自覚はあるわけやから、それを探しに行くのも自分の仕事っていうのは分かってるから、泣いてたけど、足の泥を脱ぐって、靴履いて、泣いてでもしょうがない。なんでこうなってるか全くわからないけど、とりあえず行かないとって思ってる。そうすると、さっきまで暗いとこいたんですけどね。明るいところがあって、なんかお花畑みたいです。ここは。歩いていくんですけど、鳥のさえずりが聞こえます。蝶々が飛んでます。すごい平和、ここは。そうそう、私の世界はこうであると。なぜなら仕組み分かってるから、そんなに思い悩むことなんてあんまりないし、生きてるだけで愛されてるわけやから、基本的にはこうやんなって。それやのに、今後ろの暗闇を見て、なんでああなるんかなって。私はこの花畑にずっといたい。ずっと入れると思うし、なんでかな。で、また天竜の方も見てます。なんであんな風に高く飛べへんのかな。で、お花畑にブランコとかあるんですよ。ブランコ乗るんですけど、お家にいる時と一緒かな。心がウキウキしないっていうか。ブランコ乗ってて、右側の奥の方に、なんでこうなんのかな。なんかフェンシングやってる人がいるんですよ。オリンピックの面をかぶって、なんか白い服着てて、剣を右に持ってて、1対1で
刺すやつ。二人はいるんですよね。このお花畑に似つかわしくないから、って、びっくりしてます。なんでって。すごい、変じゃないですか。こんなお花畑でね、戦ってるわけですよ、二人が。おかしいなぁ。私、このお花畑結構知ってんねんけどなぁって。私の世界やし。でもあの二人戦ってんなぁって。で、ブランコを止めずにずっと見てます。で、そのフェンシングをやってる人がミカさんに気づいたみたい。面を取って男の人みたいです。その人はミカさんのこと知ってるみたいです。で、おいでおいでってしてて、その男の人はその面をミカさんに渡して、やってみなよって言ってる。気持ちいいよって。これ、戦ってるように見えると。旗から見ると。でも、これはゲームだから。僕はこのゲームを楽しんでるんだって。で、ミカさんは、知ってるよって。だってこれが、この世の仕組みだよねって。知ってる知ってる。だから私ほどお花畑にいるんだし。お花畑にいるのに、分かってんのに、なんでわざわざ私がフェンシングしないといけないのって。そこはもう、自分卒業したと思ってるから、戦いたい人がいれば戦えばいいけど、私はもういいわって。って言ってその面を返すんです、男性に。じゃあ、って。これが楽しいのになぁ。って言って面をつけて、また、前にいる、もう一人男の人がいるんですけど、その人と練習し始めました。で、ミカさんはすごい不思議に思ってます。なんで私がフェンシングしないといけないのって。フェンシングをするのは、仕組みが分かってない人やから。だからミカさんはフェンシングをしたくないみたいです。この仕組み分かってんのに、人と戦うなんて、馬鹿らしいっていうか、やる意味が分からへんから、たとえ遊びであってでも、やる意味が分からへん。だから男性にやってみたらって言われたけど、やりたくない。フェンシングをするっていうのは、昨日言った講座を受けてる人たちと一緒で、何か自分の感情とか、人間関係とか、自分に与えられた課題とか、そういうのを取り組むのと一緒やから。だから、それはしたくない。そこはもう、卒業したと思ってる。だから、失礼やわって。で、もう一回、ブランコの方に戻るんです。また男の人が、ミカさんのとこに来てね、フェンシングの面を入って渡してる。違うでしょって。これが人生。こうやってフェンシングで、ゲームと分かりながら、どっかでね、フェンシングをしてる人たちは、決して、ステージが違う人たちではない。ミカさんは自分の魂が喜ぶお仕事をずっと探したんですけど、でも結局はその沼に入ったじゃないですか。足の先だけでも。それはもうすでにフェンシングしてると一緒やから。それが人生。実際にそうやって沼に入ったでしょって。そうやってみんな戦ってるよって。それは一人によって大なり小なり、その量は違うかもしれない。その講座を受けてる人かってもう悲しみにいっぱいになっちゃってて、もう話すのもやっとの人だっている。ミカさんのように足先がちょっと使う人だっている。その差はあるかもしれない。でも結局はみんなそういう風にフェンシングする。何かと戦う自分の恐怖とか、自分が落ち込んでしまって自分なんてって思う気持ちとか、そういった考えとか思いと戦ってるもんやって。だから切り離せないよって。それを全くせずに、天女になる道を探す。天女になってる人がって結局人間やから。どんな人にもやっぱり自分の内面で戦うところは絶対あるから、それは切り離せない。なんかどんなステージ行ったって、やっぱり人間やから、そういう思いは絶対出てくるから、それに対してちゃんと戦わないといけない。だからそこが抜けてるよって。確かにお花畑に似てるかもしれへん。お花畑に見えるかもしれへん。でも実際問題、沼に入る時かってあるやんって。自分のことを、なんで見つかれへんのかなって自分がすごい非力に思える時かってある。すごい考えてしまって、もう何がメッセージかもう分かれへんような状態になる時かってある。それって結局、三次元にいる人間の一人、そんな大差ない。からそれを思わないといけないって。自分も本当の意味でこの三次元の人間のうちの一人。だから、ミカさんの世界では
お花畑が自分の世界と思ってたんですけど、その中にフェンシングをする人もいる。それこそが人生。そういう部分もちゃんと自分にはあるよって。その分かったからって、この感情がないわけじゃない。そういう気持ちともちゃんと戦っていく。見つめていく。差はあれど。だから、あなたもこのフェンシングのお面をかぶって、ちゃんと自分の内面に向き合い、沼に入ってしまう原因とか、なんでダメなのかなって思ってしまう原因とか、そういうものがちゃんと見ないといけないって。それも仕事っていうので、お面を渡してます。で、ミカさんはそれを受け取るのがちょっと嫌かな。今混乱してます。でもこれは自分で気づかないといけないって。この人生はミカさんのものやから、このまま天女になるように、いろんなものを追い求める。で、毎日同じ生活をする。寝るときは愛に包まれる。でも朝起きたときに、面白くないなって。自分の心がウキウキすることを探しに行く。で、メッセージさえも分かれへんくなって落ち込む。もう別に繰り返したっていい。これをやりたいんやったらやればいい。皆さんの人生やし。それも学びやから。でも今気がついて、自分の内面を見るということに立ち返るっていう生き方だってできる。それはミカさんが選べる。どっちの方が自分の性を全うするっていう意味なのか、自分で考えるってこと。自分に思い描いてた道じゃないから、なかなか難しいかもしれないけども、どう生きるのかはミカさんがもちろんだけど選べるから、でも今はこうやって見せたよって、あなたの前に面を持ってきて、あなたもこれを被りなさいって、その面を見ながら静止してるかな。で、フィッシングの面をこう手で押しました。戦いたくないって。男性がまた困ってます。さっき説明したのになぁって。人にはステージがある。でも結局はどんなステージの人だってフェンシングの面は被らないといけないって。上に行ってるように見える人だって戦ってる姿が見れないからわからないかもしれないけども、でもそれは上にいる人たちっていうのはもうすでに強いから戦ってる姿が見えないだけで戦ってないわけじゃない。だからあんまり遠くにいるとわからないんですよね。その人たちが本当にどうやって心の葛藤してるかとかが見えない。講座にいる人は見えるんですけど、泣いてはんなとかわかるんですけど、どんなレベルの人もちゃんとそれなりに戦ってる。その人のやり方で。そのうちの一人なんだから、あなたもこの面をかぶって戦わないといけないよって。フェンシングしたらやっぱり痛いですよね。ゲームって分かってるけども、やっぱり戦いやから、当たったらもう腕とか痛いし、もうそんなんしたくない。けど、それで分かっていくことももちろんあるから、天女になった人たちだって、フェンシングをこう一生懸命やって強くなってて、ちょっとずつ上に上がってるわけやから、だからあなたたちもこのポンって渡されて、パーって上に上がったわけじゃない。だから結局、あそこに行きたいんやったらフェンシングをしないといけないんですよね。それが生を全うするっていうこと。この世界の素晴らしさは分かってる。一個一個がすごい綺麗にも見える。かといってフェンシングをしなくていいっていう理由にはならないってことあるかもしれない。なんでこんなになあかんのかなってこう落ち込む時もあるかもしれない。けども、それ込みのこの花畑やからねって。それに気づかないといけないよって。で、今ミカさんが泣き出しました。両手で顔を覆って、わーって泣いてる。またフェンシングで人に叩かれるとか、戦うのをもう一回するなんて、いや、みたいな感じ。男の人が困ったなーっていう顔してる。愛情あるみたいです、この男性。ちょっと誰かわからないですけど。で、こんなことを言って、やっぱり、本人にとってはあんまり楽しくないことやから、これを言ってくれるっていうのはね、愛やから、泣いてるミカさんを見て、困ったなーって、背中させてます。
昨日見た受講生さんと一緒ですね、これは。でもこの光景は、昨日見た受講生さんと先生の関係と一緒。何か自分の思いに駆られて、そこから抜け出せない。どうしてもそこから抜け出す道を受け入れられない。そこからすぐに抜け出せるわけじゃない。っていう意味では、昨日の受講生さんとミカさんは今同じ状態。ステージの差はあれど。同じでしょって。何にも変わらない。地球に生まれてきた人っていうのは、基本的にみんなこういう何かの気づきが必要だからここに生まれてる。それは、昨日の受講生さんであろうと、天の、ね、上で飛んでいるように見える人であろうと、みんな一緒。どんな人も何かと戦う、何かに気づくっていうところが必要な人。だから分かったからといってフェンシングをしなくてもいいっていうわけじゃないんだよって。いや、それは気持ち分かるよって。やっぱり今まで頑張ってきたからこの仕組みが分かるようになったし、やっぱこれが分かってないすごい真の人とかっているわけだから、そこの人たちから見たらやっぱりこう一歩先に進んでる。ただいるだけで愛されてるとか分かってるとか、いろんなものを楽しいなって見れるその視点があるっていうのは、それはいろんな経験をしたからここにいるわけやから、それは素晴らしいと思うけど、でもここに生まれてきてる時点で、やっぱ何かしら自分の内面見なあかんわけやから、仕組みが分かったからといって、それが卒業したわけじゃない。で、今、ミカさんが縁を受け取りました。私もフェンシングをしないといけないんだなって。今までいろんなところを見てメッセージをもらおうと思ってた。で、もらったと思って行ってみたら違ったとかそうやって繰り返してたけど、これこそがメッセージなのかもって。自分が、思い描いてたようなメッセージじゃなかった。今もらってるやつは、あんまり聞きたくない。でも、このメッセージこそ分かりやすい。だから、これを受け取らないといけないんだなって言えたけど。で、面を見つめて思ってます。で、今、男性と顔を見合わせて、って。このメッセージをもらう機会を与えられたことこそが愛。それは分かるよねって、愛されてるって分かってるんやから。ミカさんが涙を見ながら、って聞いてます。で、男性が、ミカさんの背中を刺すって、ミカさんは今面を持ってるんですけど、お花畑の端っこの方に光が見えてて、その光がすごい刺してるんですけど、そこになんか道みたいなのができてて、この道をこう地道に歩くことこそが、この生を全うするっていうことだって。それは、仕組みが分かってようが分かってまいが、この地球に生まれてきた人は何かしらの学びが必要なわけやから、この道は一緒。歩き方は一緒。だから、この道を行くっていうことこそが、あなたがやりたかった生を全うするっていうことだよって。で、この仕組みが分かってるわけやから、もっと上手に歩けるでしょって。この仕組みが分かった人なりの歩き方がある。でもそれは急に権利になるわけじゃない。ちょっとずつその光の方に進んでいく。それこそが生を全うすることだよって。今見えたでしょうって。今はフェンシングの面をまだもうちょっと受け入れられてる。で、男性はミカさんの背中をこうゆっくり優しく押しました。ミカさんはできるって。だって、今まで頑張ってきたから、今のこの状態があるんやろうし、この先もまたちゃんと歩いていける。このフェンシングの面をこう握りしめながら、ちょっとずつですけど光の方に歩いていきます。これこそが生きるということ。今初めて充足感みたいなのがあるかな。基本に立ち返るというか、光の中にわーって入っていきました。で、男性が後ろからって言って、よかったみたいな感じで、ミカさんの後ろ姿を見てます。はい、というようなチャネリングでした。メッセージというのは、時にはご本人に
しいものであったり、受け入れがたいものだったりするけれど、どんなメッセージも愛から来るものだとにゃんこは思っています。それを理解し、ちゃんとメッセージを受け取ったミカさんは本当に素晴らしいなと思いました。にゃんこも焼きそば UFO がカロリーが高いカップ麺第1位ということを受け止め、夜ご飯の量を少し減らしたいと思います。今日も最後までご視聴くださりありがとうございました。ではまた。